こんにちは、コマ太郎です。今回はエントリークラス向けグラボがどこまで戦えるかという企画の続きをやっていきたいと思います。前回は GTX1050-2GB のグラボだったんですが、今回はこちらの GTX1050Ti2GB と 4GB を検証していきます。今だと 2GB モデルは新品ではほとんど買えなくなってきたんですかね。4GB モデルが主流だとは思うんですが、どのぐらい性能の差があるのかっていうのを測ってみたかったので、その参考までにということで、メーカーと、ロープロとそうじゃないっていうのがちょっと違いがあって申し訳ないんですが、何か参考になればと思います。GTX1050 も掲載していきます。検証に行く前にスペックのおさらいです。1050Ti の 2GB と 4GB はメモリの容量以外はスペックは同じになっています。1050との違いはCUDAコア数と、あと動作クロックですね。ベース、ブーストとも1050の方が大きいということになっています。消費電力は一緒で、補助電源がないという点も一緒です。なお、DirectX 11ベースの Firestrike ベンチマークはこのような感じになっています。DirectX 12ベース Night Raid はこのような結果になっています。VR マークです。VR Ready は5000なんですが、GTX1050-4GB でも届いてはいません。それではゲーム検証スタートです。まずは Apex Legends です。フル HD 低画質設定です。もう通常時は、だいたい 80fps 前後は出てかなり余裕です。こういった爆発描写でも、落ち込みも割かし少なくかなり快適に遊べると言っていいです。1050、1050Ti2GB と比較します。まず1050に対してはもう 20fps 以上アベレージで差が出ていて、かなり能力の違いがあります。で、2GB モデルとはですね、もうだいたい 10fps ぐらいは差が出ていて、こちらも割と大きな差があるなと。で、このゲーム、VRAM をすごく使用するゲームなので、2GB と 4GB、この差が結構出てるんではないかなと思います。続いてはモンスターハンターですね。フル HD 低画質設定です。1050でもこの設定で余裕で遊べたので、もちろん TI も余裕で遊べます。で、中画質設定にしても、だいたい 53fps ぐらいアベレージが出ていたので、もう少し細かくグラフィック設定をチューニングすれば 60fps で遊ぶことも可能だと思います。他の2つとのグラボの比較ですね。1050とはだいたい5から 6fps ぐらいということで、先ほどの Apex Legends よりは大きな差が出ませんでした。また 2GB モデルともだいたい 5fps ぐらいなので、そこまで差が大きいわけではないですね。先ほどの Apex Legends よりも VRAM を使用しないゲームなので、基本的なCUDAコア数、動作クロック数は一緒になるということで、そこまで違いが出なかったのかもしれません。続いては Division 2、低画質フル HD、ダイレクト11ベースで計測しています。こちらに関しては1050の時は少し 60fps 届かない、ギリギリっていう感じだったんですが、1050Ti4GB は余裕ですね。81fps 平均値で出てますので、どんな場合でも快適に遊べます。続いては3つの比較です。DirectX 12ベースで比較しています。こちらに関しては1050と圧倒的な違いが出まして、40fps ぐらい。なのでもう全然違うという感じですね。この原因が何なのか、CUDAコア数の差が影響してるんですかね。何にせよ、快適さが全然違います。で、2GB モデルとは、正直ほとんど差はない、6fps ぐらいの差になっています。こちらのゲームに関しても VRAM の容量の差がそこまで重要ではなかったということだと思います。
続いてはアンセムです。フル HD 低画質設定です。残念ながら 60fps には届かないんですが、問題なく遊べるレベルではあります。少し贅沢を言えば、やっぱりちょっと滑らかさがもう少し必要だなと。こういう高速移動するときに少しスローな感じになるんですよね。こう視覚的に。なのでもうちょっと性能は欲しいですが、でも普通に楽しく遊ぶことができます。GTX1050 とは 10fps ぐらいは違うので、このゲームで 10fps だとですね、かなり視覚的に差が出てくるので、全然変わってきます。で、2ギガモデルとは、思ったよりやっぱり差が開かないですね。4、5fps ぐらいの差になるので、改善されてはいるんですけど、そこまで大きな違いはないかなと思います。続いてはデビルメイクライ5フル HD 低画質設定です。こういったゲームのプレイ画面ではもう全然問題ないというか、もっと画質上げられるんじゃないのっていう感じになってます。ただ前回お話ししたように、このゲームはですね、ストーリーの差し込みの方がむしろこう重たいですね。ですごく FPS 今見ても分かるように落ちてしまいますので、ある程度余裕を持った設定が必要になると思います。ということで3つの比較はストーリーの差し込み部分で比較します。もう1050と圧倒的に差が出てますね。30fps ぐらいは違うので、全然ストーリーのこう滑らかさが変わってきます。で、2ギガモデルとも結構差があるんですよね。15fps ぐらいは差があって、かなり改善されてます。なので、このデビルメイクライのストーリーの差し込みはだいぶ VRAM を使ってるんだと思います。計測の時に VRAM の使用率出してくればよかったんですけどね、ちょっと失敗しちゃいました。ただ、最近のゲームは VRAM を使う傾向にあるので、やっぱりこの2ギガから4ギガに増えたっていう恩恵は、こういうゲームになってくると大きくなってくるのではないでしょうか。はい、ということで GTX1050Ti を最新ゲームを使って検証してきました。さすがはこの価格帯では人気のグラボだけあって、最新のゲームであっても、ほとんどが問題なく動作しました。1050と比べても、性能は確実にアップしていて、できるゲームの幅も広がるので、やっぱり能力はあるなと思います。で、さらに、懸念点だったメモリの容量の少なさっていうのも4ギガになって、ある程度改善されてるなと思います。あとは価格ですね。メーカーや販売先で違いますが、最安で比較すればだいたい2500から4500円ぐらいの差になってます。個人的には FPS の差がかなり感じられたので、この価格差の価値は十分にあり、1050Ti のコスパは高いと思います。特に最近のゲームで VRAM を多く使用するゲームの場合は、この 2GB と 4GB の差は、かなりあるなと。あとは 1050Ti までならこういったロープロファイルにも対応しているので、スリムケースとか小さなケースを簡単にゲーミング PC 化するという意味ではまだまだ利用価値が高いなと思います。なのでかなりコスパは高い方かなと思ってたんですが、ただ最近やっぱりこちらが登場してから変わりましたよね。ラデオンの RX570-8GB モデルですね。マイニング需要崩れとかなんですかね。ご存知の方も多いと思いますが、かなりこのマザーボード、今コスパが高いです。しかもですね、最近だとさらにすごく安いものも出ていて、このグラボの性能差と価格を比べられると、ちょっと GTX1050Ti は分が悪いという感じですね。ということで、次回はこちらの RX570 の性能について、私なりに検証していこうと思います。花粉症の方も高評価、またチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。ありがとうございました。